原田専門家ド S 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 ね、ド S と言いながらド M なんですけど、って言ってて一つ気になって、なんとか何々ド S 何ド S ド S ド S っていうのが、80年代にテレビでそういう流行語というか、その語尾にド S なんとかド S、 80年代だと思うな、僕が記憶があるってことはね、頃に流行った。その当時も今でいう親父ギャグ的な感じで使われてたのかな、どうなんだろうかと思ってさっき調べてたんですよね、ド S。したらその語源というか、その誰が言ってたか、どこでどう流行ってたのかみたいなのがすぐ出てくるかなと思ったら、なんとその辺の時代の言葉というのはなかなかね、ネットに転がってない。転がっていたのはね、カタカナのドにアルファベットの S のド S、 本当に超サディスティックの意味でのド S が出てきたり、なんかのキャラクターでド S みたいなのがあるのかな、それが出てきたりで、僕が意図として使っているなんとかド S っていうのが出てこない。調べ方が悪かったかな、ド S って伸ばしたらいいのかな、出てこなくて、これ誰が言い出してどこで流行ってたんだろうと思いながら、さっきちょっと気になって調べておりましたが今日はもう随分と日が経ってしまいましたが、ザ・ W ね、女性芸人ナンバーワンの時の A マッソのコントについてちょっとお話というかね、僕が思った感想をね、完全に主観ですので、いろんな意見があるとは思いますが、話したいと思います。というのも、映像を使ったネタをしててね、僕も見ててというか、リアルタイムではね、寝てたんですよ、正直。で、終わりかけの、なんだっけな、なんかね、終わりかけのところを見て、こういうネタをやってるんだと思って、ちゃんと後から見直して録画してたんで見直して、思ったのは、すごいが勝っちゃって笑いが負けてるというかね、映像的に見た目パッと見はすごいことやってるという感情が笑いを上回ってしまって笑いにつながらないってことが多々あって、これは本当に陣内のネタにも言えることで、すごい本当すごい映像だってなっちゃうと笑いにつながりにくいとか、本当にすごい勝っちゃうんですよね。だから僕がやってることはすごいと思わせないようにすることですよね。だからボケの邪魔になるからね、すごいが勝っちゃうと。なので、すごいっていう感じにならないようにわざと手を抜いてるとかね、チープな感じにしたりとか、そういうことは気をつけてずっといますね。過去にもピンでね、映像ネタをやってる一人でやってる子がいたんですよ。エンタにも出てて、なんだっけな、名前がねいつも思い出せないんだ。タヌキのキャラクターでやってる。それはね、本当に当時だから、今から十数年前にもうすでにプロジェクションマッピング的なネタをね一人でやってたんですよ。タヌキのキャラクターと掛け合いみたいなことをやってたんですけど、やっぱりね、それもね、映像的になんかすごいなんか変わったことをやってるっていうのが勝ってしまって、それ以前にネタのクオリティ云々もないとは言えないにしても、それにしてもやっぱりね、そこを超えないとネタ、ボケがね超えないと、ボケがというかネタですよね、ネタの作りが超えないことにはやっぱりね、すごいが勝っちゃうんですよとは思いましたね。A マッソを見て思いましたね。やってることは目新しくて目を引くしっては思うんですけど、そこをじゃあさつって
一番最初のボケのね身長差だけでも覚えて帰ってくださいみたいなのもってなっちゃうんですよね。もっとなんかあっこまでできるんだったらもっともっとってね思ってしまいますよね。あと最後ね幽霊になるとこがボーンっつってあれなんかはなんかもっとねもっと飛躍できるじゃんってなっちゃうんですよね。っていう感じはします。まあやってることネタ自体が面白くないとかそういうんじゃなくてもっと期待しちゃうんじゃないのかなとは思いますね。だから諸刃の剣とかね技術とライトで技術のね返り討ちにあったとかね。だから正直陣内のネタなんかで言うてもなんかすごいことなんか何もしてないですよ本当に。単純な編集であるとかあとはコツコツねアニメーションなんか本当にもうゾンビゲームなんかね本当にあんなもんコツコツやるしかないね。何もすごいことはしない。技術的には何もすごくないけどもっていうところなんじゃないのかなっていうのはザ・ダブルの A マスを見て思いましたね。んで昨日ですかだから日付変わって一昨日か撮ってるのがこれ火曜日なんであれですけどもその優勝者吉原なんだっけさんのオールナイトニッポンやってたでしょ。で何でしたもうそれすらもうスッと出てこないね。吉なんとかさんねなんて言いました出てこないわ。みちょぱじゃなくて日曜日まで待ちですね。ナイツがラジオショーになってるね。あれない。はいはい。吉住さんね。失礼しました。吉住さんのオールナイトニッポンも、ちょっと30分ぐらいしてから途中からだったんですけど、聞いてたんですけど、やっぱ面白いですよね。阿佐ヶ谷姉妹とずっとやってたんですけど、面白かったです。そのまま、マジカルラブリーもオールナイトやってるんだと思って、ラジコでね、もう朝でして、また聞き直しておりましたけどね。っていうのを思いましたね。だからまあよくずっとね A マッソが面白いみたいなのはあちこちでずっとね、耳にしてちゃんとネタを見たことがあるのがまあ少ないといえば少ないですけどもそう感じましたね。だからもっと他のネタというかそういう木をてらってない、ネタも見てみたいなとは思いましたけどね。やっぱりねって思いますね。そこがやっぱ難しいですよ本当に。ああいうよくあるというかね陥りがちというかね陥りがちですね。だから目線がそっち行っちゃってっていうのはね本当にありますね。なので難しい問題だとは思いますよ。でねじゃあ陣内のプロジェクションマッピングの、ね、プロポーズのネタもであれはラスベガスですかどっかラスベガスじゃないなそれももう忘れてんのかね。海外でやった時もワーオーっていう反応で受けるっていうね笑うっていう感じではちょっとないかった気がしますね。あれ日本でやった時もどうだったかな。でもやっぱそっちですよね。すごいって
すごいが勝っちゃうんですよね。そこはやっぱ難しいっすよねとは思いますけども、まあテレビでねあれをやるとずっと立ち位置がね、でテレビだとカメラワークがあれ難しいっしょ。ずっと引きでね前景を入れて撮っとかな構えとかなあかんってなるとやっぱテレビ的じゃないっすよね。舞台だったらまあねとは思うんすけど、より生の方がもっとわあすごいって、なるとは思いますけどね。まあそれがあかんのか言うたらあかんとは思いませんけども、笑いにはなかなか、ね、難しいな。だからお芝居とかねミュージカルとかもっとすごいのあるんですけども、やっぱり笑いよりも本当にわーって拍手する感じになっちゃってますもんね。昔見ましたよ、なんか外国から来たねコメディアンとか映像を使ったマジックというのがね、映像マジックショーみたいなやつ見に行きましたけどね。やっぱりすごいがすごいね、になっちゃうなとは思いますね。というお話でした。ね、すごいが勝っちゃうというお話。はい、そんなこんなでいろいろメルマ旬報で水道橋博士さんがやってるメールマガジンに月1回なんかいろんなというか T シャツのデザインをしてそれに至る経緯を語ったりしておるのがありますので、ぜひねそちらも見てくださいというのと、年明けから毎日博士さんが、芸人収入ダイアリーとで毎日アップしておりますので、それ無料公開してるのでぜひぜひ、概要欄にリンクがあるので見てください。あとチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ド S 本当ド S もう一回ちゃんと探しとこう。ありがとうございました。